こんにちは、MD ジャックです。愛です。皆様お元気ですか？今回もよろしくお願いします。さて今回は BQEYG サマーというモデルのレビューです。14,000円ぐらいの価格なので、前回までの低価格モデルからするとちょっと高額ということになります。このチャンネルでは1万円ぐらいまでのモデルにフォーカスしてきましたが、そろそろ少しレンジを広げていく予定です。もちろん今までの価格帯のモデルも引き続きレビューします。BQEYG はスプリング1、スプリング2などのピエゾドライバーを搭載したモデルが話題となり、音質にも定評のあるメーカーで、今回のサマーもピエゾドライバー搭載モデルです。違った性質を持つ3タイプのドライバーで構成されているため、他 BA 搭載モデルの音質とは違うのだろうと予測はつきます。音質については後ほどお話しします。中華イヤホンのメーカーはかなりの数になっていて、BQEYG というメーカーもその一つです。こうして見ると、中華イヤホンやアンプ関連のメーカーが本当に多いですね。これでも全部ではありませんから。それにしてもこのメーカーのモデル名はスプリングとかサマーとか面白いですね。シリーズということで区別しているみたいですね。別途普通のモデル名もありますから、次期モデルはオータムになるんでしょうかね。好きなモデル名が掲載される日もそう遠くはない予感がします。濃いブルーだと思っていたシェルはよく見ると透けていて、ドライバーがなんとなく見えます。2色展開のようで、薄いブルーならはっきり中が見えますね。フェイスプレートは夏の夜空をイメージしているようで、ちょっとキラキラしていて星が散りばめられているようです。最初にフェイスプレートを見た時、これを連想してしまい、それ以来どうもこれにしか見えなくなってしまいました。内側にあるベントからは若干音が漏れてきます。試しにここを塞いで聞いてみたところ、低域の量感が増し、音全体が近くに感じて、これはこれで良かったですが、閉塞感は増します。元に戻してみると、やっぱり良い感じで圧が抜けてくれて、低域の量感は多少減りますが、音情がパッと広がり、低位感も明確になりました。割と長時間聞いていますが、あまり疲れないような質感です。樹脂製のハウジングは実測、片耳 4.2g ととても軽く、装着感はいいです。付属のイヤーフィニッシュは波形測定上の違いはなかったですが、黒の方は若干おとなしめ、白青の方が明るく締まっているように感じました。はっきり違いが感じられたので、使い分けできそうです。付属ケーブルは 0.08、18コアの単結晶導、ビンメッキケーブルで、とりあえず交換しなくても良さそうですが、実はちょっとしたトラブルがありました。毎日イヤホンを触っているのに、今回はこれに気づきませんでした。写真のように付属のケーブルはシワが消しやすいように癖がついていて、日常的にこの形に合わせてイヤホンを装着していたんですが、音質比較動画の収録をしてみてびっくりです。右上のように L と R で波形の山谷が逆になっており、 L 側の位相が反転していました。なんか低域がいまいち出ないなと思っていて、直して装着したら低域バッチリ出ました。このケーブルの癖はなかなか修正するのが大変ですね。今後はテスターで位相のチェックしてから装着しないとダメだなと思いました。元からケーブルの接続が反転していたというか、癖の付け方が逆で、それに引っかかったという悪い見本です。では音質比較動画です。今回は別モデルとの比較はないので、 BT20S Pro で無線化した時の音を比較対象にしてみました。それとイヤーピースはいつものファイナル E タイプではなく、セドナイヤーフィットを使用しています。With that cream, baby, pour that sweet on me, baby, shade it. We can cook up, we can serve when we hook up, just you and me. With that cream, with that
ここは前半出番がなくて目を開いたまま寝ていた愛がお伝えします。愛ちゃん寝てたの？だってジャックさん出番くれないから。ごめん。じゃあここは任せたよ。はい。まずイヤーピースの話からします。今回かなり聞き込んでみて、セドナイヤーフィットの方がこのモデルに合うと思ったので、音収録、波形測定で使用しました。上の波形がファイナル E タイプとの差分です。セトナの方がここが出ている分、聞き心地が良かったんです。広域のピークは少し前にずれますが、もともと広域が強いため、むしろこの方が聞きやすく、広がりも感じやすかったです。今回表示する波形は、すべてセトナで測定し直したものを使用しています。音質比較動画では顕著には出ていませんでしたが、ピンクノイズの測定だと広域がちょっと落ちて 4kHz 以下が膨らみます。スマホ接続でも確認しましたが、聴覚上すぐわかるレベルで低域が膨らみました。サマーの特徴が少し薄れる感じですが、外で聞くならこのぐらいでもいいかなという質感でした。ではここからは私がお伝えします。波形測定をする前にまず聞いた段階では、ものすごく広域がきつく感じましたが、質感は良いと思いました。波形測定してみて、やっぱりこんなに広域が出てたんだと。あと低域が今一つはっきりしなくてぼわつくわけではないんですが、ベースラインがちょっと追いにくいかな。これはおまけですが、波形に見覚えがあったので KBE や KS2 の波形を重ねてみました。なかなか似ていますよね。広域に特徴があるモデルってこういう波形になりやすいです。その代わりこの帯域を抑えてバランスをとっているように見えます。でも KS2 とサマーのやり方はかなり違います。サマーはピエゾドライバーが特徴で、その構造上広域に強いそうですが、聞いてみてすぐに納得できました。そして150時間のエイジング後、波形の変化は見られませんでしたが、聞き心地は明らかに変化していました。まず広域の出方です。きついと感じる瞬間が大幅に減りました。耳が慣れただけでは到底説明がつかない変化で、ものすごく良くなっています。自分の疲労度の違いで聞こえ方が違うと思っていろいろな時間帯で聞いてみましたが、印象の良さはほぼ変わりません。次は分離と定位感です。特性の違う3つのドライバーのハイブリッド構成はだけじゃないですね。他 BA モデルで感じるような同じ質感の分離ではなく、それぞれの帯域が潰し合うことなく住み分けながら聞かせてくれる感じです。多層構造で音の立体的なクオリティを感じさせてくれるのが新鮮です。パンで振られた様々な楽器が方向感と立体感を与えられて出てくるので、多少自分の気に入らないバランスでも許容範囲になってしまいます。例えばギターのシングルノートバッキングが左側にいる時などは、今まで聞き取りづらかったシングルノートの粒がよりリズミカルに聞こえます。楽器をやっていらっしゃる方には特に聞いてみてほしいですね。個人的には2ミックス前の状態を聞いている感じがしました。これが定位の正解ではないと思うので基準にはしませんが、とにかく聞いていて楽しいですね。実は聞きすぎてしまい動画制作が一向に進まなかったというほどでしたから。 BQEYG サマーの分離感、立体感、定位感を楽しむにはイヤピ選びも何で鳴らすかも重要ですが、決まった時の出音は癖になります。ピエゾドライバーを搭載することでコスト的には上がりますが、それに見合うだけの質感を持ったモデルなのでぜひ聞いてみてほしいです。そういえばなんでこの時期にサマーというモデル名で出したんでしょうかね。それは中国での季節感だと、この時期はもう夏の感覚ということらしいです。今の時期は二十四節気の第7節目で立夏にあたります。サマーの命名はその辺から来ているんではないですかね。そうだったんだ。さすが学生さん、勉強してるね。出番さえいただければ目を開いて寝たりしませんから。あはは、そんなに根に持たなくても。ということで BQEYG サマーのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。